か？一つください。はい、ありがとうございます。359円になります。追加で。はい。はい、はい、ありがとうございます。10時7分。湿気がすごい。ご乗車ありがとうございました。終点の新大阪に到着です。到着いたしました列車はこの後終点まで入れ替えます。まもなく西中里の南側。じゃーん。大阪にあるとあるビル。行ってきます。そうですね。まあでもなんだろう、やっぱちょっと大阪の方がクラシックな感じに入ってて、こういうなんだろう、昔からありそうなこういう質感の建物ってほとんどないので、ナンバランドハ大阪の台所用品台所用品。たこ焼き器とあか全部あ、そうか、大阪ののための専門の業者の、あ、そういうことですか。そう業者専門飲食店用の台所用品が買える。工場もあるわけね。カッパとか浅草橋。NMB ナンバですよね。すごいギラギラしてる。大丈夫。ここだ。かっこいいカスタムしてますね。なんか木にして。いや、これもうちょっと意味わかんない。これが気になる。ネギ僕も気になる。ネギこれを醤油つけて。めっちゃ美味しい。めっちゃうまない。めっちゃ美味しいですね。見切れてる。鈴木さんって名前なんですよ。コドベル。お、福田さんとかも得意で。僕が一緒なんですよ。鈴木さんってコドベルのデザイナーさん、社長さん。社長さんって日本人。日本人ですけど、純日本人なんですけど、外国にお父さんも日本人だけど、お父さんとお母さんの仕事の関係でロスに行って、ほとんど日本語より英語の方が得意。じゃあアメリカに住んでる日本人の方。ほとんどアメリカ人みたいな感じで、顔は日本人ですで、ベルですよ。なんかあの辺の時はなんかいろんなことできてたなと思います。そんな安直な理由だった。こうではないですそれは兄弟でやってて、本当に狭いですね、その辺の界隈の。鈴木さんはすごい、傾向としてあれだよね。たまたま知り合い伝いでハーベストと関わりがあって、できる領域に関してはアメリカの自分のその雑貨の会社でカバンを扱い出すことになって、カバンを知り出して、自分でブランド立ち上げなきゃってなって、自分でブランド立ち上げて、
じゃあもともとカバンのそのまあノウハウはないですね。ノウハウはない。2年半前は完全にはしご外されて、もともとそのデザインとかじゃなくて普通にカバンの会社に勤めてた。カバンの会社には別に勤めたことはない。そういうとこないの？だからハーベストの商品をアメリカで代理販売、代理店販売する仕事を自分の会社を使ってやる上で、カバンを触るうちに自分でブランド立ち上げないといけないなっていうところで、じゃあある種ハーベストからちょっと派生してるみたいな。っていうみたいなところが、まあ、おい寿司をめちゃめちゃ面白いな。なんか一回話した方がいいね。いろいろ聞きたいことありますね。ね、インタビュー形式なんかやりたいっすよね。いややりたいですね。別に普通ここ削るでしょみたいなのを全部盛りしてくる。もうだから欲張りすぎてもうなんか逆にユーザーのことあんま考えてないんじゃないかっていうぐらい。オープンにしていいね。喋る機会ちょっと電話してみます。会長秘書から電話がかかってきて、会長がはいということで、無事大阪でのミーティングを終えて今ホテルに到着しました。今回大阪来るにあたって持ってきたバックパックがこちらですね。リモートエクイプメントのアルファ31で、これを、選択する前に本当は、アティテュードサプライの、ATD1 を使おうかなって思ってたんですけど、ちょっと、大阪出張の前に何回か普段使いでテストしていて、どうしてもちょっと気になる点があって、長距離というか、遠方の出張には向かないなって思ったんで、今回はアルファを選びました。で、アティテュードサプライの ATD1 がなんで良くなかったかっていうのは、大きく2つぐらいありまして、1個はこれはアルファなんですけど、このハーネス部分ですね。これをこうやって背負った時にアルファの場合は結構こうキュッと、僕の体型でも僕大体169センチぐらいの身長なんですけど、大体こう体格的にもフィットするんですけど、ちょっと、ATD1 のこのハーネスの付け根の部分ですね、主にここの付け根の部分が、ちょっと動画見てもらった方には分かると思うんですけど、結構広めで、こうチェストベルト、このチェストベルトを締めれば背負えないこともないんですけど、結構広すぎてこう肩から落ちてしまう印象がありました。で、僕結構どちらかというとなんていうんですかね、あんまりなで型ではない方だと思うんですけど、それでも結構こうハーネスの付け根が広すぎて落ちてしまう印象があって、で特にこう電車の中とかで前に背負った時、こうなった時にこうググッと落ちてしまうなっていうので、結構長距離で背負っていくには微妙かなっていうふうに思いました。で、2つ目の良くなかったポイントはこのバックパネルですね。で、これはアルファなんで、これは結構こう立体的に造形されてて、すごい背中にもこう風が通ってそんなに暑さを感じない設計なんですけど、 ATD1 は結構ここがベタっとしていて、あんまりこう今の季節とか外で長時間背負うにはあんまり適さないような
印象を受けて、で実際に日常使いで本当に1時間ぐらい背負っただけでも結構背中がめちゃめちゃ汗ばんでしまって結構不快だったので、あんまり快適ではなかったかなっていう感じで、今回は大阪出張でもう片道結構3時間以上っていう道のりで、背負って歩く時間も結構長いんで、このアルファリモートエクイプメントアルファ31を選びました。これは何回か使ったことあったんで、申し分ないクオリティだなっていう感じで、拡張性もこのロールトップで拡張性もあるんで、なんか旅先で荷物が増えても大丈夫ですし、荷物が減ったらこのアジャストでギュッて締めれるんで、最小限にバックパックの大きさを制限できるっていう意味ではすごい優れてるなって改めて思いましたね。っていう感じです。で、今回なんで大阪に来たかっていう話はちょっと追ってするとは思うんですけど、ざっくり言うと今エレコムっていう結構皆さん知ってると思うんですけど、エレコムってガジェットとか家電量販店に並んでるマウスだったり、PC ケースとか PC バッグとかを扱ってる大手メーカーのエレコムのなんというか、ちょっと社員の方から声かけていただいて、なんか面白いことできるかもしれないから一緒に協力してくれないかみたいな形で声かけていただいたんで、実は今回は初めてではなくて3回目ぐらいですかね。リアルで会うのは3回目ぐらいで、オンラインのミーティングとかを含めるともうちょっと数は増えるんですけど、エレコムのスタッフさんと何回かやり取りしていて、でエレコムのバックパックっていうと結構リーズナブルで5000円の価格帯のレンジで、あんまり耐久性に優れてないバックパックを出してるっていうイメージがあると思うんですけど、今回はダブルスブラックのラプターっていうバックパックを作ったデザイナーさんがエレコムに入ってきたりとかして、ちょっと今までとは違った、バッグに精通してる人がちゃんと監修して、ある程度耐久性とか使いやすさとか、あとは素材をこだわってバックパックを作れたら面白いよねみたいな取り組みを今エレコムと一緒にしています。でその中で僕は正直そんなにお金をもらってナレッジを提供してるとかっていう立場ではなくて、どっちかっていうとこういうプロジェクトがあるんでちょっと遊びに行きませんかみたいな雰囲気の中でちょっと面白そうなんで行ってみますみたいな感じで東京と横浜のエレコムの支社にお邪魔したんですけど、ちょっと一回エレコムは本社が大阪にあるんですけど、大阪の本社でちょっとみっちり話そうっていうことで、今回なんとエレコムの本社で5時間ぐらいみっちりミーティングをして、どんなバッグが使いやすいか使いづらいか、どういうふうに考えたらいいものが作れるかみたいなことをひたすら語り合ってきたっていう感じで、その後ちょっと行ける人だけで親睦会みたいなことをやって、今ホテルに着いたっていう感じです。でいきなりこの Vlog スタイルでなんか
急に話し始めたなって思うかもしれないんですけど、まあ僕としてもあんまりそうインフルエンサーマーケティングみたいなものって好きじゃなくて、結局インフルエンサーのファンに対してファングッズを売って、それでいくらいくら儲かりましたよかったですねみたいな。でその商品自体はただのコラボレーションで名前を使ってるだけで、まあ幾分監修してるかもしれないですけど、まあそんなにその人のこだわりというかその人の信念みたいなものがあまりこう入れ込まれてないプロダクトを売って、でファンにそれを買わせて儲かってめでたしみたいなことは、まあ僕自身あんまり好きじゃないので、正直今回も声をかけていただいた段階では正直どうしようかな、断ろうかなとかって思ってはいたんですけど、まあ、最初の段階では、まあ、インフルエンサーマーケティングをエレコムでもやりたいんですみたいな話を受けて、まあ僕以外にも何人か声かけてるのかなって思ったんですよね。ただ今回は割とこう本当にカバンを触ってきてる人というか、まあガジェットレビュアーとしてバックパックも触ってますっていう人をかき集めて、そのファンに対して売り込むっていうよりは、バッグに対してのその熱量というか知識量みたいなものをある種買ってもらって評価してもらってお声かけいただいたっていう感じで、今もそのスタンスは変わっていなくて、あんまり僕だけ、まあ僕中心ではないんですけど、僕以外の人、インフルエンサーみたいな人って、まあやっぱり日本国内だとあんまりバックパック専門でやってますっていう人いないんで、まあ僕以外のインフルエンサーにはあんまり声かけてないですよみたいな形で、僕だけプラスそのエレコムのプロダクトのデザインを担当してる人だったり製造を担当してる人だったり、いろんなマーケティングだったりいろんな人と話し合いながら、どういうふうなアプローチでどういうバックパック売ったらより良いこう生活の中で馴染むバックパックになるかなっていうのを話して、まあ、その辺のバックパックに対する思いみたいなものをすごい僕自身も汲み取ったので、まあ案件としてお金をもらってはないんですけど、まあもちろん交通費とかは出してもらうんですけど、はい、すごい受けてよかったなっていうふうに思ってます。で今回この企画プロジェクトでバックパックができて、まあなんかおそらく僕のチャンネルを登録してくださってる皆さんには紹介をすると思うんですけど、正直僕のチャンネルを登録してくれてるようなバックパックに精通してる人たちにおすすめできるバックパックっていうのはあんまり作ろうと思っていなくて、どちらかというとそこまでバッグに興味ないとか、まああんまりバッグに詳しくないけどまあこう手堅いものが欲しいであるとか使いやすいものがいいっていう人たちに向けて、まあいかにリーチできるかっていうのを課題感に持っているので、そこに対しての製品になると思います。なんで今後多分その自分が監修したバッグについて語るタイミングとか、まあレビューしたりとか、ここがいいですよおすすめですよっていう動画あるとは思うんですけど、あんまりそうですね、長くこのチャンネルを見てくれてる人たちにはすごいご利用するつもりはないですね。なのでちょっとまあバッグ好きがちょっと大企業と組んで変なことしてるなっていうのを見守ってもらって、でまあたまたま自分の用途に合うようなものができれば購入を検討してもらえればなと思います。はい、そんな感じです。
今回のパッキング、よいしょ。ここになんかいろいろ歯ブラシ、電動歯ブラシだったり、これは髪の毛用のホホバオイルをジップロックに詰めて入れてます。で、これはいつも着てるアクテリクスのゼータ SL のジャケット。まあ一応ね、こんなクソ暑い季節ですけど、寒い時用のジャケットで、これ最近全然忖度なしで、これエレコムさんっていう企業名にさん付けするの気持ち悪いですよねっていう話は置いといて、このエレコムからもらったポーチで、コーデュラファブリックっていうタグだけのドシンプルポーチ。これがめちゃ良くて、これはブルーレイでカットメガネでこんな感じで、これはカメラ専用に作った外部バッテリー装置ですね。これは一旦置いといて、この見てください。この中に仕切り、細めの仕切りが1、2、3あって、ここに大きめの仕切りがあって、かつこっちにでかい仕切りが2つ。で、こんな真ん中もこの CIO の AC アダプターが入るぐらいのマチがあって、まあこれちょっと、これももらいもん、エレコムのバッテリー、これ予備用に持ってきたやつなんですけど、まあ普段これ入れてないですね。で、普段はこんな感じで入れてるんですけど、これ超コンパクトに収まるんですよ。これ普通に良くないですかっていう。これなんかもらって使ってみてって言われて使ってるんですけど、ちょっといい感じのポーチ。最近一押しのポーチですね。最近エイブルギャリーからポーチもらったんで、それも開封してみないとこれの比較とかできないんですけど、ちょっとエイブルギャリーのやつ開けられてなくて、今のところこれを愛用してるっていう感じです。よいしょ。で、これ、まずこれなんか適当な、除菌シートとかビニール袋とかワセリンとか入ってる無印のダブルファスナーポーチと着替えが入ってる無印良品のパッキングキューブです。で、このトップのクイックアクセスコンパートメントにはアンカー、おなじみのマグセーフ対応の 1000mAh のアンカーのバッテリー。これなんだかんだこのスタンドが結構しっかりしてて、なんか風呂の蓋みたいな何でしたっけ、 iPad のスマートフォリオみたいなタイプのこれの半分の夜の 5000mAh のアンカーのマグセーフバッテリーもあるんですけど、なんだかんだこのスタンドめちゃめちゃいいです。風呂の蓋みたいなスタンド結構倒れちゃったりとかマグネット外れちゃったりするんですけど、これはもうここでパチンとマグネットつきますけど、絶対にこ
これ以上はいかないようになってるんで、僕は個人的にこっちの方が好きで、こっちを愛用してます。風呂蓋の方はうちの奥さんにあげました。で、もちろん USB Type A でも Type C でも対応してますし、ボタンこうか。ボタンで、ここね、インジケーターつくんで、まあ、かなり 1000mm にしてはコンパクトなんじゃないかなと思います。まあちょっと iPhone、僕12ミニを使ってるんで、12ミニつけると、まあかなりでかくなって、ここ下若干はみ出たりするんですけど、まあ、これあれば安心っていう意味ではいいんじゃないかなって思います。お気に入りです。クイックアクセスのとこは以上。で、これ、いつも使ってるキユーのエアライトオートセーフティークロージャーアンブレラ。これは本当にめちゃいいですよ。ちょっとオートクロージャーになってる、オートクロージャーってこのボタンでピッて押すと自動で開閉するやつなんで、オートクロージャー機能がついてる分若干サイズ大きいんですけど、まあなんか正直折りたたみ傘の大きさってそんなに大きかろうが小さかろうがそこまで荷物圧迫しないんで、僕は機能性を重視してオートクロージャーのやつを使ってます。雨降ってきた時とかね、折りたたみ傘の骨をこう一個一個展開してわちゃわちゃするのちょっとバカバカしいんで、これでバシッと一発で雨を防げるようにしております。で、細かいものは以上かな。ほんだら次は横から開きまして、よいしょ。ちなみにここにクリッパーつけてます。ここのなんていうんですか、ピッケルとかをこうくくる紐がついてた場所がこうクリッパーを固定しとくのにちょうどいいんですよね。まあこれ使うときはこうやってペッて取って、まあこことかにつければ余裕で吊り下げられるんで、こういうところにこんな感じで吊り下げちゃえばいいじゃないですか。これクリッパーは本当に優秀ですよね。最初無印のなんか S 字フックみたいなの使ってたんですけど、全然落ちちゃってイライラしてたんですけど、クリッパーにしてからほとんど落ちることはないです。ただまあなんかこういうなんだろう、下が抜けてるとこに対してはめちゃめちゃホールド力あるんですけど、こういうとこに関してはちょっと角度的に難しいんで、こういうとこにかけれる何かがあればすごいなって思います。ちょっとヒーロークリップも気になってて買うか迷ってますが、ちょっと見た目シンプルなクリッパーを今のところは押してます。ヒーロークリップもうそのうち買ったらレポートします。ほい。で、これですね。これはX-Ray から送ってもらった、ちょっと名前忘れたんですけど、13インチの PC ケースです。で、ここをこうバッて開くと MacBook が入っております。で、ここちょっと入るかなって半信半疑だったんですけど、ここの中に実は iPad11 インチが入っちゃいます。
充実されてるんだ。でペンシルもここに刺さるんで、ただちょっと結構クリアランス的にはギリギリなんで、あんまり使いやすいかって言われたらそうでもないですね。この内側のこのコンパートメントを使って、でペンシルをここのポケットに刺してるって感じで、でもこれ自体もあんまりこの部分、マジックマウスとかここにケーブル入れたりとかっていう用途には向いてるのかもしれないですけど、これだけで持ち歩くってちょっと考えづらいんで、そんなにいらないかなって個人的には思うんですけど、でもすごいここにこういう取っ手がついてたりとか、ビルドクオリティがめちゃめちゃ高いんで、ここもちょっと防水っぽい感じになってたりとか、X レイって感じなんで、比較的使いやすい PC ケースだなって思います。で、とにかくこれクッションがちょっとやばいぐらい分厚くて、で外側もこれおそらくコーディラバリスティックで、このコーディラのコーテッドナイロンで、多分これ YKK ジッパーですよね。なんで素材面はもうふんだんにいいものを使ってるプロダクトだと思うんで、PC ケースってこの長辺から出せるものを探してる人にはすごいおすすめです。こんな感じですかね。ちなみにこの長物ポケットに入ってるこれは名刺ケース。今回所属してる会社の名刺は持ってたんですけど、このイミグラムとしてというかデュークチャンネルとしての名刺は持ってなかったんで、こんな感じの超適当な名刺を作りました。あんまり納得いってないですけど、一旦これで、やっぱこう会社と取引をすると名刺をめちゃめちゃもらうことが多くて、自分の名刺ないともらってばっかですごい気まずい感じになるんで、とりあえず作りました。あんまりコストはかけてないです。で、こっち側に今撮影してるカメラをぶち込んでました。カメラをぶち込む関係でシリカゲルをここに入れてます。ちょっとこの生地自体がすごい撥水性があるんで、ちょっと大阪だけじゃないと思うんですけど、湿気がすごいんで、ちょっとカメラが湿気でダメになっちゃうの怖いんで、ここにシリカゲルを入れて、少しはマシだろうという感じで対策をしています。本日のパッキングはこんな感じ。パッキングされた状態から出すとすごい汚い感じになっちゃいますね。普段は逆なんで。とはいえこのリモートイクイプメントの α31 バックパック Gα31 すごい今回改めて傑作だなと思いました。これは自作のハンドルのカバーですね。これちょっと微妙にダサいんでウォールブラックのやつに変えたいんですけど、一旦これあった方が、リモートイクイプメントのバッグってこっち側のハンドルはこのペラペラ素材
なんですけど、こっち側はこう分厚いんですよね。見てください、これ。ピント側はほら。なんでこっちは持ちやすいんですけど、こっち持つと、こっちそのまんま持つと結構痛いんですよね。なんでこれをつけてますが、まあちょっとこの銀色のボタンダサいですよね。オールブラックのやつを作るか買うかしようと思います。あとリモートエクイプメントアルファの気に食わない点、これわかりますか？チェストストラップ、これがこの仕様なんですよ。ぐるーっと一周回されてて、でこれをこう上下したりはできるんですけど、これ自体を外すことができない。こっちも同様、もうこれちょっと、ピントのこれぐるぐるちょっと回したりしてまとめてますけど、こうブラーンってしちゃうんで、個人的にあんまりこのチェストベルトをしたくない派閥なので、これは取れてほしかったですね。このヒップベルトのところは脱着可能なんで、ここはすごいいいんですけど、ここだけ微妙です。あともう一個あった。この余ったハーネスの処理、これなぁ、今ニフコのテープクリップでなんかすごい雑な感じでごまかしてますけど、もともとあるこの処理の仕方が、このなんかピントが合わないな、このなんか謎のプラスチックパーツに対してこのゴム素材がくっついてって感じで、これぐるぐるぐるってしてこう止めるんですけど、このプラスチックパーツいらないっすよね。こいつのせいでちょっと収まり悪いですし、なんかハーネスのベルトにここにこの辺に塊があってもちょっとなんかうざいですよね。で個人的にはここにぐるぐるまとめられたハーネスベルトがあるよりは、付け根のら辺で止められた方が調整がしやすいので、今こういう感じでニフコのテープクリップで一旦二重にしてやってるっていう感じです。以上。今回のパッキングについて長々と語ってみました。よいしょ。あとこれも持ってきてます。マタドールのオングリッドパッカブルヒップパック、これを背負ってこうした状態でアルファを背負ってきました。でやっぱり片手で開閉できるのですごい使いやすくて、でサイズ感もこの A1 の
サングラスとこのなんかガムとかアトマイザーとか、これはなんだ、目薬とかマルチビタミンとか入ってるダブルファスナーポーチ入ったりとか、あとエアポッツプロこれ付きのやつ入ったりとか、紙のウォレット入ったりとか、すごいちょうどいいんですよね。絶妙なサイズで、まあ今は入ってないですけど、ここに車のキーとかも入れたりとか、この内側に領収書とか入れたりとかできるし、ここになんかハンドルまでついてるし、ここにカラビナとかかけれたり、サングラスとか一時的にかけれたりするようなとこもあるんで、しかもこれパッカブルなんでちっちゃくなるんですよね。まあこれ自体そんなに分厚い生地じゃないんで、このままバックパックに放り込んでも問題ないんですけど、まあちっちゃくしたい人がいればこう小さくもできるっていう意味で、今のところこれが一番好きで使ってますね。結構長いですね。ちょっとこれよりいいスリングバッグが出てくるのを願ってますが、今のところこれがお気に入りです。はい、っていう感じで大阪出張レポート、今回初の Vlog になってますが、いかがだったでしょうか。ちょっと間延びした時間だったり、まあ、話長いタイミングもあったかもしれないんですけど、まあ暇つぶしに耳だけで聞いてもいいですし、見守って、温かい目で見守ってくれたらありがたいなと思います。